私はね、日常的な勉強のやる気はないんですよ。日常的な勉強のやる気はないんですよ。一斉のせ、こんにちは、ひまひまです。今回はですね、ちょっと今日は放課後、ガチ放課後なので学校から帰ってきて、すっぴんだがんですが気にしないでください。というわけでですね、先日インスタのストーリーで勉強や受験で聞きたいことをみんなに募集して、たくさんね、いろんな質問とか、不安なこととかをいただいたんですけど、今回はそれらをね、紹介したりとか答えたりしていきたいと思います。ぜひね、参考にしていただけると嬉しいです。では早速やっていきましょう。レッツゴー。はい、というわけでね、実際に答えていきたいと思います。なんかこの画面上、ピンクと白だらけだね。じゃあ早速答えていきます。いや、めちゃくちゃもらったんですよね、質問。ありがとうございます。やっぱり私の視聴者さんっていろんな世代の方がいてくれるけど、学生さんやっぱ特に多いんですよ。で、受験についてのお悩みだったりを抱えている子もね、すごく多いので、めちゃめちゃたくさんいただきました。ありがとうございます。じゃあね、早速答えていきたいと思います。英語の勉強方法を知りたいです。うわー、なるほど。英語ね。私は、英語が好きなんですよ。で、英語の勉強方法っていうのは、多分日常的なものとテスト勉強めっちゃ分かれると思うんですけど、日常的にやってることとすれば、結構、英語の、洋画を見たりとか、あと英会話英語で会話することをしたりとかもするし、私は英語がそれこそね、すごく好きなので、英検とかをね、積極的に受けたりとかするんですよ。で、英検の勉強方法とまたちょっと趣味の勉強方法とはまた違うんですけど、英語で会話してみるってことを結構心がけたりとか、で、英語で書かれてる名言集みたいなのがあって、ちょっと幸せになれるよみたいな感じの。ポジティブになれるような英語がたくさん書いてある本とかもあるので、そういうのを読んだりとかもしてます。日常的に英語に触れることを意識してます。では次。暗記科目の良い勉強方法がわかりません。暗記科目ね。私、暗記めっちゃ苦手なんですよ。もうこれはですね、もう量ですね。私はもう質より量って思っちゃうタイプ。自分は人一倍勉強しないと暗記に時間をかけないと無理だってことに気づいたんですね。例えばですけどテスト期間はもう休む時間にも暗記しちゃうの。量だから。もちろん脳を休める時間も大事だけど、例えばその休む時間って例えばなんだけど、お風呂の時間だったりとか、トイレの時間だったりとか、電車の移動時間だったりとか、そういう時にも暗記科目を詰めるようにしてます。そうすることによってやっぱ暗記してる時間が増えるので、暗記できる量は増えるんじゃないかなっていう感じです。あともう一個だけ言いたい。100個単語があるとしたら、10個を完璧に覚えるのを10日間やるよりも、1から100までを曖昧に覚えるのを10回10日した方がいいっていうの。それの方が私もね、合ってるなって正直自分的には思ったので、ぜひその自分に合う暗記方法をやってみてください。ただもうこれでもかっていうぐらい暗記するのがおすすめです。次、勉強に対するやる気がないときどうしてますか？これめちゃくちゃ多かったです。で、私もその勉強に対するモチベーションってすごく下がりがちなんですけど、私はね、日常的な勉強のやる気はないんですよ。日常的な勉強のやる気はないんですよ。私は日常的にオンライン個別指導塾の空塾をやってるんですけど、それ受講するとやっぱ勉強を学校以外でやるので、モチベーションが上がるんですよ。勉強に対する意欲が。で、勉強意外と楽しいなって授業を受けてるとなるので、そこでモチベーションを日常的には上げつつ、テスト期間2週間前になるともう本気で喝を入れるんです、自分に。で、例えばですけど、前に自分がどれぐらいの点数を取ったかとか、あえて前の自分がやってた勉強時間を記録しておいたりとかすることによって、前の自分より自分やってないじゃんって自分を自分で追い詰めるの。そうすると、やらないとってモチベーションが上がります。あとは、とにかくですけど、私本当におすすめなことがあって、ひまひまチャンネルの勉強ルーティンを見てください。これはもう自分でおすすめできます。何をするよりも多分モチベーションも上がるし、一緒に頑張ろうって思ってもらえるんじゃないかなって思うので、ぜひひまひまチャンネルの勉強ルーティン見てください。次、勉強する習慣のつけ方。これは、私は結構、テスト期間とかは、
2週間前から本気で勉強する。逆にテスト期間以外は小テストとかがないと勉強しないみたいな人だったんですけど、でもそのオンライン個別指導塾の空塾を私はいつも金曜日に受けてるのね、授業。だから金曜日にこう授業を受けるっていう習慣をこうやってつけてるので、やっぱ塾大事だなって思います。続いてです。スマホから離れる方法。これもめっちゃ多かったですね。やっぱついスマホ見ちゃうとかね、そういうのめっちゃ多かった。私は友達と LINE とかが結構多くて、友達と LINE してて、あ、返信来たかなとかめっちゃ気になっちゃうのよ。で、スマホを横に置いちゃうとか、YouTube 見ちゃうとかも多いよね。だからあえてスマホでスタディウィズミー流しながら勉強するとか、あえてスマホでそのタイマーをつけっぱにして置いておくとか、タイマー切ろうまでは多分あんまり思わないから、そういうのもおすすめだし、あとはスマホを別の部屋に置いておくか、まあなんかね、そう、誰かに預けるっていうのはまた一個の手なんじゃないかなって思います。続いて、勉強のお供は？これも多かった。ひまちゃんの好きな勉強のお供はみたいな感じなんだけど、私はチョコです。いや、グミじゃないんかーいって思うかもしれないんですけど、グミももちろんなんですよ。ただ、グミ食べ過ぎちゃう。最近気づいたの、それに。グミね、一回食べるとね、一袋食べちゃうんだよ。だから、あえて、カカオ 72% のチョコとか、ちょっと、濃いめの苦い系のチョコとかを食べると意外といいです。あと、私は、細くていっぱい量が入ってるものを食べるようにしてます。なんか無心でこう食べ続けながらできるじゃん。勉強をね。だからすごくおすすめです。では7個目。集団塾と個別指導塾どちらがいいですか？これもめっちゃ多かった。私はこれもどっちも経験したことあるんですよ。私本当に過去に塾何個行ったのかってぐらい、小中学校でいっぱい行ってきて空塾にたどり着いたんですけど、私はもうズバッと言うと個別指導塾の方が自分に合ってるなってすごく思いました。やっぱり集団塾ってこうもちろんいいところもあるんですよ。周りの子が頑張ってるから自分も頑張ろうって思うこともあるだろうし、本当人それぞれだと思うんですけど、やっぱ個別指導の方が自分のペースに先生が合わせてくださるので居心地がいいし、思いついた時にすぐ質問できるっていうところが私は一番大きいなって思います。集団塾でなかなか手とかも上げづらいし、集中力が全然違うんだよね、私。なのでいいですね。あとは私の受講している空塾もなんですけど、先生とこう対話する時間も長いんですよ。なのですごく先生もねすごくフレンドリーでお話ししやすい雰囲気作ってくださりますし、集団塾だとこう一方通行だから授業を受けてるみたいな感覚になりやすいんですけど、空塾もこう個別指導なので先生と対話してる感じで掛け合いで授業が進めてる感じなんですよ。一緒にこう勉強してるみたいな感じなので頭にスッと入りやすいなって思います。じゃあ続いて、高校2年生の娘の母です。両立大変なのにどうしてそんなに勉強頑張れるんですか？ありがとうございます。私の場合はテレビとか YouTube とかこういうね活動と学校の両立になるんですけど、部活との両立がね忙しいみたいな方もすごくたくさんいらっしゃったんですよ。両立が大変っていう意味ではめっちゃ一緒なんですけど、今の場合はやっぱまずは勉強が楽しいって思わないと両立できないなって思って、私の場合はオンライン個別指導塾の空塾を受講してるんですけど、その授業がまず楽しいのでそれでちゃんと成績も上がってるんですよ。もう中学の時からね。そこで成績が上がるので勉強に対してのこうモチベーションも上がって結果も出たので、それもすごい楽しくって、よしもっと頑張ろうって慣れて両立できてるっていう感じです。両立しようみたいなのをなんかどっちももう楽しもうっていう気持ちでずっとやってるので、そのもう無理って考えなくして隙間時間に勉強しようってしたりとか、なんかどうしたらうまく2つとも頑張れるかなっていうことを考えてます。常にどっちも頑張ろうっていうのしかないっていう感じです。いやでも両立って難しいんですよね、本当に。でもこれ乗り越えたらもっと強くなれるって思って頑張ってます。みんな一緒に両立頑張ろうね。はい、続いてです。空塾通って3ヶ月目。空塾通ってるんですね。一緒ですね。ひまちゃんはなんで空塾通い始めたんですか？結構ね、こんな感じで塾に関する質問多かったんですよね。やっぱ皆さん気になりますよね。塾ね。
質問に戻りますと、なんで空塾を選んだかというと、私の場合はなんだけど、こう、ルーティン動画とかでもね、すごくお馴染みだと思うんだけど、なんで空塾を選んだかというと、この動画で結構言っちゃったと思うんだけど、前までは普通の対面のね、塾で通ってたんですよ。ただ、オンライン塾っていうものがあるっていうのを知ってから、試しにやってみたら、その方が自分的にはすごく合ってるなーって思ったんですよね。で、やっぱりオンラインなので、行く必要がないんですよ。だから家の外に出る必要がないんですよね。前までは結構お母さんに送ってもらってたりとかもしたんですけど、その送迎がなくなったからママも喜んでるし、私もよし行こうかってこう重い腰を上げて玄関を出るみたいな、もうこれがないので、すごく授業に対するハードルも下がったなって思いますね。やっぱりね、効率もいいんです。移動時間って、それこそ結構切羽詰まってる時、10分でも20分でも、うわー、この20分大きいなとか思うんですけど、オンラインだとさ、もう私1分前によしタブレット開こうでいけるんですよ。しかも下パジャマでもいいぐらいだよ。ほんとそれぐらい気軽に授業を受けられるので、とっても合ってるなって思います。あとやっぱり個別指導だからすぐに質問ができるし、自分のペースに合わせてもらえるし、オンラインなんですけど隣でちょっとわからないのを先生に教えてもらうみたいな感じな感覚で受けられるので受けやすいです。あと空塾って通塾生の約9割がね成績アップしてるんだって。そのね一人に私も入ってるんですけど、そうで授業のスピードとかも私の通ってる学校のスピードに合わせてくれたりとか、あとその難易度とかも私の学校に合わせてくれたりとかもするので、すっごくいいんですよ。前のテストとかをこう一緒に先生と見比べながら、こういうとこ対策しようかって一緒に考えてやっていただいたりとかもするし、そういうね自分に合ったやっぱ勉強を考えてやってくださるので成績アップするなって思いますし、実際にしました。あとやっぱり家庭教師感があるなって思います、個人的には。でね、ちょうどこの後空塾の授業があるので、ちょっと覗いてみませんか？見てもらった方がね、良さもわかると思うので。あと空塾に関する質問もたくさん来てたので、実際に先生にも聞いてみちゃいたいと思います。はい、ではね、もう実際に始まるので準備していきたいと思います。よいしょ。お願いします。お願いします。こんにちは、今ちゃん。こんにちは。こんにちは。修学旅行行ってきたんでしょ？そうなんですよ。どうだったの、修学旅行？めっちゃ楽しかったですよ。なんかもう本当に世界って広いなって思いましたね。なんか美味しいものとか食べた？食べました、もう食べ過ぎて毎日お菓子パーティーですよ。やばいです。はい、そうだ、さっき動画で視聴者さんに空塾についての質問をいただいたんですよ。で、なんかそれについてちょっと先生に聞きたいこともあるので、答えてもらっても大丈夫ですか？もちろん大丈夫です。ありがとうございます。じゃあちょっと読みますね。質問するのが苦手な人でも空塾さんだったら積極的に聞けますかっていう質問なんですけど、どうですか？いい質問ですね。まず、空塾ってオンラインだから威圧感っていうのちょっと緊張しちゃうっていうのは対面で話すより多分全然、楽だと思うね。そうですね。で、質問しにくい、ちょっとね質問するの苦手って緊張しちゃうとか、こんなの聞いていいのかなっていうのがあると思うんだけど、そういう対面じゃない分そのハードルが低いっていうのが一個と、あと空塾の先生って褒めてくれたりとか、そうですね、なんかコミュニケーションとか取ってくれてるから、結構話しやすい雰囲気を出してくれるので、多分質問しやすいっていう風になると思うし、先生の研修でもコミュニケーションを取る練習とかもねしたりしてやってるぐらいなんで、生徒さんにも質問してもらいやすいような雰囲気はなるべく作るようにしてるんで、結構質問しやすい本なんじゃないかなと思います。いや、めっちゃ質問しやすいですよ。だって私、本当に1授業100回ぐらい質問してますよね、冗談抜きで。先生の方からしても、なんか分かったふりしてるより分かんないところを分かんないって言ってもらった方が当然ね成績上げやすいんで、質問してもらうのはすごいいいことだなと思うんで。いや、そうですね。私も分かったふりしちゃう癖があったんですよ、前まで。でも本当にここ本当に分かったって再度聞いてくれたりとか、なんか分かってないふり
しちゃう癖ももうなくなったんですけど、してる頃はちゃんとそれ見抜いてくれたりとかもしてたのでそれで質問をさらにできるみたいなこともあったので、これ今先生から聞いたことも視聴者さんに私が代表して回答しておきます。ありがとうございます。じゃあ今日は英語なんで、148ページちょっと開いてほしいんだけど、家庭法過去っていう入試とかでもめちゃくちゃ出る結構難しい単元なんで、頑張ってやっていきたいと思います。じゃあちょっと先生画面切り替えるね。じゃあ今日17の1家庭法過去ってことで、まず最初ポイントからちょっと説明させてもらうね。家庭法過去っていうのは現在の事実に反する過程を表すと。で動詞は過去形だけど訳は現在形で表すっていうのがポイントになってるよ。で基本の形なんだけど、もし何々ならば、何々だろうにって形で訳していくんだけど、文章は if プラス s 主語ね、if プラス主語プラス動詞または助動詞の過去形でカンマして主語足す助動詞の過去形プラス動詞の原型。ちょっと長いんだけど必ずこの形になってるよ。でポイントは本当はそうじゃないんだけど、仮定したい時、仮に言いたい時っていう時に使うからね。ここ if 節の中身が be 動詞の時は原則として主語に関係なく were になるよね。なんで I でも were 使うし、you でも were だし、he とか she とかでも were を必ず使うよ。じゃあちょっとかなちゃん赤シート出してもらって、今ちょっとポイントで言ったところ大事なところだから、こうやってちょっと自分で隠しながら、テストしながら覚えてほしいんだけど、覚え終わったら覚えましたってちょっと言ってもらっていいかな。わかりました。覚えました。早いね。もう大丈夫かな。じゃあちょっと確認していくね。じゃあひまちゃんさ、手元のテキストはちょっと隠しておいてほしいんだけど、先生にちょっと画面だけ見ながらちょっと答えてみてね。まず家庭法過去なんだけど、何々に反する事実を表す、過程を表すってことで、何に反するんだっけ。現在の事実。いいね。現在の事実に反する過程だったよね。で動詞は何形だけど訳は何形で表すんだっけ。過去形だけどいいね。現在形。いいね。動詞は過去形だけど訳は現在形だね。で家庭法過去の基本の形は、もし訳ちょっと言ってみてもらっていいかな。もし、何々ならば何々だろうに。いいね。完璧だね。もし何々だろうば何々だろう。で続いて if 節の動詞が be 動詞の場合は原則として主語に関係なく全部何になるんだっけ。原型。惜しい。were だったね。そういうことか。were です。じゃあ実際文作ってみたいんだけど、一回読んでみようか。If I had enough time, I could sleep. じゃあ読んで。If I had enough time, I could sleep. いいね。発音うまいね。でここなんだけど、まず if 節はもし私が。というわけで授業終わりました。こんな感じでいつも授業してもらってるんですけど、どうでした？私はもうね、小さい頃から通学する塾とオンライン塾両方やってみたことがあるんですけど、このね、ソラ塾さんもうずーっとやってもらってるんですよ。中2ぐらいから。だからやっぱり私はオンラインの方がメリットがたくさんあるなって思ったからずっとやってるし、実際に結果も本当に出てるのですごい満足してるんだよね。オンライン個別指導塾ソラ塾は夏季講習の無料体験も今ね受付中みたいなので、ぜひ一回ね無料で体験してみるといいと思います。おすすめです。というわけで今回は皆さんの勉強や受験で聞きたいことを募集していろいろ答えて、暇的にもうずっとおすすめのソラ塾さんを紹介させてもらいました。暇も今本当に受験生で学生生活の追い込みって感じだから、結構本気でね勉強も頑張っているので、みんなも一緒に頑張りましょうね。オンライン個別指導塾ソラ塾では夏季講習の無料体験を受付中なので、ぜひ試してみてください。本当に暇の一押しですよ。詳しくは概要欄から見てください。めくったらあるよ。では次回のひめひめチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。みんな夏楽しみながら頑張ろうね。